大阪市に住む湯川さん、夫と3人の子供の5人家族です。高校生の娘は自閉症で、学校が終わるとほぼ毎日放課後等デイサービスに通っています。どんなとこ？楽しいところ、みんなが友達になってくれるところ。放課後デイは障害のある子どもなどが放課後や長期休暇に利用できる福祉サービスで、同年代の友達もでき、娘の居場所になっているといいます。しかし今年8月、放課後デイの利用をめぐって湯川さんは大阪市とトラブルになります。これが大阪市から届いたんですけど、66万支払ってくれっていうのが来たんです。納得がいかなかったのと、もう怒りでもううわってなってしまいました。文書には、課題に支給していた給付額についてご返還いただくことをお願いする。放課後等デイサービスでは、利用者が1ヶ月で負担する上限額には3つのパターンがあり、それは所得によってかかる税額に応じて分けられています。湯川さんの場合、上限額は4600円と通知されていましたが、それは誤りで、実際は37200円だったというのです。大阪市からの文書は、誤っていたことによる2年間の利用額の差額分およそ65万円について追加の支払いを求める通知でした。実は湯川さんの上限額はもともと37200円でしたが、3年前に突然大阪市から4600円に変更になったと連絡があり、当時何度も間違いではないかと役所に確認したといいます。4600円です、これ来たんですけど4600円で合ってますかって確認して、で合ってますよって言われたので、そこで安心してしまったんです。いや、信じられなくなりました。もう大阪市が。大阪市によりますと、今回の追加の支払いは所得区分の計算に誤りがあったことが原因。その上、大阪市のミスであるにもかかわらず、65万円一括での支払い期限は納入書が届いてからおよそ1ヶ月余り。最初から支払い上限額が37200円だと正しく通知されていれば、通う回数を減らすなどして出費を抑えていたと湯川さんは訴えます。初めから分かってたらセーブできるけれども、後から言われるともうできないので、もう怒りしかないです。今回湯川さんと同じように追加で支払いを求められた人は77人。この件を知った大阪市の横山市長は、もう市民に寄り添った判断をできるだけ早くしていきたいと思います。今年8月、請求について検討し直すことを表明しました。同様のミスは他の自治体でも起きていて、千葉県市川市では市側のミスであることを理由に利用者側に追加の支払いは求めないなど、自治体によって対応は分かれています。私的には納得はいってないけれども、利用した側なので支払わないといけないんだけれども、すごい高額なので戸惑いもあるし、なんかもうどうしたらいいのかわからない状態です今。前回の放送からおよそ3ヶ月が経った先週、今日届いたんです。
湯川さんのもとに再び大阪市から封書が届きました。減額できる金額って書いてますね。大阪市の見解は、ご請求があった年度とそれより前の年度の利用回数を比較して、ミスがなければ利用していなかったであろう回数分を減額するというもの。湯川さんの場合はおよそ10万円の減額で、結果的には55万7517円となりました。それでも湯川さんの表情は険しいままです。ちょっと遅いなとずっと思ってたんで、ちょっともやもやそわそわしてました。思ったより減額されてないなと思いました。今回分割払いも認められました。月々の支払い金額はこれから大阪市と決めていくことになります。ただ、成長していく子ども3人にかかる費用を考えると、そう多くは払えないといいます。月5,000円ぐらいじゃないと、もう生活水準が大体変わってしまって、もうちょっと丁寧な対応してもらいたかったなと思います。どこが寄り添ってるんだとずっと思ってます。